皆さんこんにちは。ネゼポルタ出身のブラストです。ゆっくり潜入種の極みなルガちゃんだよ。ゆっくり極みオーガだよ。フロンティアのモンスターを見ていると、こんなの絶対倒せないじゃんって思うことありませんか？実際技も本家の比じゃない激しさで一方的にやられる未来しか見えないよね。そういうモンスターって単純な強さも他とは桁違いに強いからね。実際戦ってみるとやっぱり強いんだけど、実は慣れてくると対応できるようになって楽しく感じるんですよね。上達もあるかもしれないけど感覚が増してるんだよそれ。でもフロンティアはリズムゲーと言われるほどジャスガや回避が重要になってくるから、そういうのを極めたら強いモンスターも楽勝なんじゃない？私も上手い人の立ち回りを真似て上達していった結果、極みモンスソロ討伐とか上級視点制覇できたので、今回はそんなフロンティアで最強と言われる化け物モンスターたちの中でもクエスト失敗率トップ5の攻略法を紹介します。僕体力実質54万以上になるけど大丈夫？肉質も終わってるけど、私なんかもっと硬いよ。フロンティアは全体防御率を下げて最終ダメージを減らすことで硬くしてるけど、そのおかげで毒がものすごい通ったリーチダメージの差が大きかったりするので、そういう仕組みを理解するだけで狩りが楽になったりするんですよね。確実に削られる毒は確かに脅威かも。細かな工夫や努力をしつつ魔法のような技を見切って討伐に至る、歴戦の猛者たちがどうやって最強モンスに挑んだのか見ていきましょう。それでは今日も、ゆっくりしていってね。まず紹介するのは黒レイヤことアンノーン。通称ラロって名前らしいね。本当に真っ黒なリオレイヤだよね。正体不明の比喩ということでリオレイヤとは無関係らしいですが、非常に酷似した見た目なので似たモーションの攻撃をしてきます。ただのリオレイヤってわけじゃないの？使ってくる攻撃のほとんどがレウス骨格のモンスターのそれなので、結構見覚えのある技とか使ってくるわけなんですよね。例えば端個体の第2形態から使ってくるこのモーション見覚えありませんか？アップエスピナスアシュのチャージブレス。こんな技も使ってくるのか。他にもグラビームやベルキックなどモンスター固有の技を使ってきます。ワイバーンの集大成なのか。それだけじゃなく火力もトップクラスで、形態変化を挟むごとにさらに強化されるよ。裏ボス感がすごいね。ちなみに通常個体で5回ハッシュで6回形態変化して、次に紹介する視点個体ではなんと形態変化が7回あるんだ。形態変化しすぎでしょ。ただ強くなるというより使ってくる技が増えるから厄介です。形態変化中はダメージが通らなかったり一定値まで回復する仕様です。回復できるの強いね。どの形態でも移行時は解禁技などを確定行動でお披露目する余裕っぷり。形態変化がある程度まで進むと見た目も変化してきます。絶対関わっちゃいけないやつの色してるね。使う技もどんどん激しくなってるよ。そんなアンノーンの視点個体を半分まで削ると第7形態に移行します。どっか行っちゃったんだけど、形態移行と同時に黒い旋風を巻き上げて瓦礫をエリア全体に落としてきます。それまでは暇なので強撃検証をつけるなりして時間を有効利用していきます。絶対ヤバい状況なのにこの落ち着きっぷり。この割れたタイル3つの間から少し綺麗なタイルに出た部分は安全地帯。本気で狩りに行くならここでアンノーンの初見殺し技を着地狩りです。いきなり上級テクニックだね。初心者は塔の入り口の岩陰とかマップ来た部分にアンチがあるので、そこで大技をやり過ごすしかないですね。この黒いドームの中に入ったら全部フレーム回避しないと死んじゃうのね。即死吸威力なので危険ですが、吹っ飛んでやり過ごすこともできます。もっともこの方法で狩りする人の大半が火事場なので回避前提ですが、要するに根性殺しじゃないから粉塵で耐えることはできるんだね。アンノーンは比較的実装が古いモンスターだから、即死吸スリップや根性殺し多段技がないのが弱点ですね。ただ上級視点になると制限時間10分でさらに強化された視点黒を倒さないとダメ。極みモンスターと変わらない凶悪難易度へと強化します。ゾンビ戦法でダラダラ倒すのが不可能ってレベルなんだね。生き残ることができても討伐ができないなんてモンハンナウより凶悪だね。アンノーンは先ほど紹介した性質上マルチ4人での討伐が結構楽になるんです。アンノーンさんを楽に討伐する方法？即死スリップがないのでしっかり惰性を積んだ体験で巻き割りって方法ですね。なるほど全部ガードできるならそのまま反撃しちゃえばいいんだね。なので最初の一撃以降全部ガードから縦切りで討伐可能になってきます。新歌舞伎が普及してきた時代だと火事場進化体験軸合わせ理解者4人でとか、呪文みたいな募集文でアンノーンの高速周回が流行ったよ。何それ怖すぎる。本家でいう5隻周回と同じようにフロンティアではシジル厳選が大切で、特に効率が高いのが視点クエスト専用素材から作れる視点シジルなんですよね。ブラキ炭鉱みたいに分回す猛者がいっぱいいたってことね。ブラキディオスみたいに気軽に倒せるモンスターじゃない気がするけどね。当然初心者だったり装備が弱いと火力不足や無知で事故に繋がるので、下手な人や弱い人がいたら即解散みたいな切ないことが起きることも。なので私も身内周回で練習をいっぱいしましたね。野良で参加しても他の人がフロンティアの猛者って想像したら鳥肌がやばい。おいら色々言う。でも優秀なメンバーが募れば難易度がかなり下がって、アンノーンの確定行動だけで討伐してしまうことができるので、ずっとこのメンバーで回したいと思うほど何も考えずに攻略できます。最速ブラタンより早いねこれ。事故れば即死で全滅もありますけどね。慣れれば雑談しながらのんびり回せて好きなモンスターでした。アンノーンさんの大技をいともたやすく防ぐのすごいね。こいつら、全然死なないんだが。リーチ極超進化体験分回してる奴らが普通なわけないんだよね。最後の一撃を防げばあとは頭に一撃叩き込むだけ。ね。
簡単でしょ。あれ、もしかしてアンノウンさん弱い？非粒子最弱なのでは？まあフロンティアの最前線級の効果力がないと実現しないんですけどね。じゃナスを軽くワンパンする一撃を余裕で耐えてるアンノウンさん。やっぱり強かった。それ以外の方法でも行動を覚えてしまえば対応できるので、しっかり回避と反撃を徹底して詰めれば討伐は安定してきます。リズムよく回避しないと即死のデスゲーム。形態変化で技が増えたり見た目が変わるので、実装から最後までフロンティアハンターに愛されたモンスターだったんですね。かっこいいけど本家には来ないでね。冒頭で見ていただいたディスフィロアもまたフロンティア最強格の一種。開幕から大技を当てに来たりムービー付きの形態変化があるのはまさにラスボスにふさわしい演出ですね。アルバ的立ち位置なら裏ボスかな。ディスフィロアは他に生命のいない専用ステージ最果ての地にて、誰にも邪魔されず最後まで正面から戦うことになります。開幕を含めどの形態でも最初は確定の大技を仕掛けてきますが、視点個体となると攻撃力が尋常ではなくかすっただけで即死レベルです。氷もビームも足削りも全部即死。笑っちゃうね。さらに厄介なのがディスフィロアは大きさが固定じゃなく個体差があります。近畿固有っぽいのに大きさあるんだね。だからガンナーには結構嫌な小さめ個体が出たらリセットしますね。未プレイだとクエスト開始のこの火球はただの演出だと思うじゃないですか。その後の評価だけ気をつければよいと。違うんですよ本当に。マルチで行くと一発目の火球に命中して即死なんてことがあるんです。ムービー直後危険すぎる。ミラバル感よりも性格悪いね。特に3プレイヤー目として参加すると私は即死してましたね。PC のスペックが影響してるとかあるかもよ。私と同じ現象に遭遇したハンターも視聴者の中にいるかもと信じてます。そんな強烈な開幕を見せてくれたディスフィロアを討伐すると、ムービーが流れて体を凍りつかせながら絶命する様子を見ることができます。絶命しても倒れないなんてモンハン界の弁慶かよ。ディスフィロア討伐動画のサムネイルが大体この画像なのも納得ですよね。ちなみにこの状態のディスフィロアからはしっかり素材を剥ぎ取ることができます。こういうフィグア欲しいかも。でも動かないからって近づくのは危険です。たまに映像のように近づいていくと、急に復活してハンターに襲いかかることが。そんな嘘みたいなことが本当にあったら怖いんだけど、待って今何か光らなかった？光ってますね。そんなまさか、本当に復活することがあるんですよね。ことが、というか、視点個体は凍りつくムービーの後復活して第3形態へ移行します。確定ディスフィロアの演出なんだね。当然確定行動として人氷の巨大竜巻を発生させて、氷山を自分にぶつけて気合を入れます。最高にハイになってそう。確定したディスフィロアはさらに激しい技を解放して強さもアップしています。まあ攻撃力はどんなに上がろうが私には即死なので関係ありませんですが、火事場で行かなくても即死なら火事場じゃない理由がないレベルだね。スリップ技は多少ありますが根性潰しが多いわけではないので、絶対防御や根性で耐えることは可能です。ビオレックス君の出番だね。あと動きがゆっくりで大技もパターンや安全な立ち位置を覚えれば、火事場踏破などハイリスクな火力スキルを積んで安全に立ち回ることが可能です。歩いて回避できるくらいの技ならスタミナいらないもんね。なのでガンナーで固まって行動したり接近とヒーラーみたいな構成でも狩れます。火事場ソロで狩るなら立ち位置を失敗しながら見つけていくしかないですね。基本はダブルクロスアルバトリオンと似た狩り方かもしれないね。全体的に攻撃範囲が広いので気持ち遠く移動した方が安全ですが、上級視点になるともっとギリギリまで詰めないと削りきれなかったりします。限界まで無駄な行動を省かないと厳しい戦いになりそうね。見事討伐に成功すれば今度は他の固有同様地面に倒れますよ。ディスフィロアもここまで出し切ると凍りつかせるほどの力もなくなるんだね。アンノウンとは違って最初から最後まで触れたら即死なので、ずっと緊張して戦うことになるし接近が怖いのでガンナーがおすすめです。ハンターの攻撃チャンスも長いのでガンランスとかでも狩りやすいですね。かすれば即死のスリルな戦いだね。希少種役立つなよりもさらに白い極みなるがも開幕初見殺しから始まります。ただならぬオーラを放っているね。空間を消し飛ばして真空を作ることで周辺のものを全部引き寄せるのよ。攻撃判定数が多いということは当然反射スキルのかもということです。やっぱり反射はチートスキルだね。ですが絶え間なくこのような高速多段攻撃を使ってくるので、スタミナ管理を怠るとガードを剥がされて死にます。移動すら攻撃にする抜かりなさよ。少しでもラグったら気がつかぬ間に即死してそうだね。そこで時間を消し飛ばす能力を、そんな能力ありません。でも回線弱い方とマルチをやると致命的なラグが発生するので、基本的にソロで討伐するのをおすすめします。私の猛攻をくぐり抜けて体力を削り切る自信があるならね、火事場反射なら討伐できるかな。本気の個体ことマスト個体となるとかなり厳しいですが、火力スキルや刹那を使いつつ多段ヒットの行動運があれば、討伐圏内に入ってくるかと思います。あちこち動き回れば倒されることはない。マルチだと3回攻撃したらターゲットを変えるので厄介です。視界に入るもの均等に死を与えるのよ。このスピードならどんなに離れていても急接近されて重い一撃が来そうだな。複数人だとやはりそういう事故が多いですね。でもマスト個体はソロでの討伐が厳しいのでマルチで行きたいところ。最低限行動を覚えないとそいつを狩るだけでパーティー崩壊よ。バラバラで行動してしまうとかまいたちによって事故が起きるので、基本は固まって行動したい相手ですね。この残像みたいな設置技強いね。もちろん多段ヒットだから根性も潰しているよ。しかもかまいたちが重なればその分ダメージが増えるのだ。こうやって動き回ると厄介ですね。基本は追いかけるよりナルガが来るのを待っていなして反撃が無難です。それだけだと時間
間切れになりそう。攻撃チャンスは可能な限り殴る練習です。強力な極み個体は一瞬の隙を最大限に利用しないと厳しいです。最初は意味不明な動きを安全な立ち回りで見て覚えるところから始めて、慣れたら弱い個体をソロクリアできるまで練習するところで苦労します。極みなるがは撃退じゃなくてどっちも討伐だよ。弱い個体討伐はソロで3分台とか出せるなら本番のマスト個体も圏内です。1カップラーメンで討伐は化け物。むしろそこからがスタート地点。体力はマストも弱個体も3万点。全体防御率がマストは 0.05 弱個体は 0.2 と4倍近く柔らかいです。3分ペースでも間に合わなくない？移動時間やバフなどによって DPS は上がっていくので、意外とマスト1からマスト2までのタイムが早かったり、マスト1が4分切ってても間に合ったりします。1分で1割削れるなら間に合うね。その火力を維持したまま猛攻を回避できるならですね。ソロ討伐動画をちらほら見かけるけどマルチ体力とかじゃないの？フロンティアは人数で体力が変動しないのでマルチ想定体力となってます。4人で挑んでも討伐が困難な相手を1人で倒しているってことですね。化け物すぎるのよ。個人的に極みなるがと相性が良いのは、片手、双剣、立ち、スラープ F、ランス、ガンランス、潜入魂、マブスパですね。双剣や潜入魂はもちろんマブスパは今度の極み個体にも強く出られます。機動力がある武器は強いね。逆にそれ以外での武器で討伐は安易に縛りプレイじゃない？体験とハンマーは結構厳しいですね。行動運が良ければチャンスありですが、極み個体をきっかけに別武器を極めたなんてハンターも少なくありません。でも複数人で行くなら強そうだけどな。極み個体は罠がつかず、スタミア状態異常もかなり短いので、羽戦法やゴリ押しはほぼ無駄だと考えた方が良いです。さすがにこれだけ硬ければ無駄なんだね。でも4人なら火事場じゃなくても余裕で火力が間に合うので、事故にさえ気をつけていればすぐに倒すことができてしまいます。この動画の4人はソロ火事場で私を倒せるような化け物だけどね。これくらい討伐に慣れた4人がいればゴリ押しができなくはないかもです。ソロでもマルチでも毒回帰が刺さるので1人いるだけでかなり違います。進化に伝説武器に天狼武器ってハンターの殺意も高めだね。さらに立夏など役割を決めて行動すればより安定した狩りができます。なので一般的に慣れた人と行く際は不慣れな方は笛や松片手が無難で、不慣れでも火力のある3人と支援1人構成でギリギリ討伐できます。全員討伐に自信があればヒーラーなしのフルアタッカーで行きましょう。それでも不慣れな奴を3押させれば僕らの勝ちだから、生半可な装備だと即死級の高火力で小技でも7割削れるくらい強いので、ヒーラーは回復に徹底して近寄らない。アタッカーは攻撃の手を緩めない。これが無双襲撃戦の鉄則かもしれません。回復する暇をも与えぬのだ。このくらい吸血スキルを入れていればそのうち全開するので許容範囲です。人間技じゃない。あとアタッカーが2人以上いれば1人くらいサボっても大丈夫ではある。火力が足りていればね。ちなみに妨害系は全て合法2でカバー可能なので3まで積むのは無駄です。シジルも厳選して倍率100近く持って火力に全振りしましょう。それでも毒回帰に火力で負けることばかりなので武器選びは計画的に。毒耐性さえあればもっと強かったのに。属性密室も絶望的ですがやはり人雷が刺さりますね。属性ダメージはおまけ。マスト個体の討伐に成功すると出陣を極めし者の称号がもらえます。疾風陣雷の略かな。フロンティア G 末期まで最強の座に君臨した極みオーガもかなり強力な相手です。開幕初見殺し技はお決まりだよね。オーガ君も瞬間移動使えるのね。加速するスタンド使いだからね。世界一巡しそう。そっちの2フラムを終えたら戦闘開始。潜入魂なら開幕でゲージ回収を怠らないようにします。行動は基本的に陣オーガと同じでナルガのような設置技はありませんが、ダイナミックを手で周囲に広範囲の地割れが発生するので技範囲が広いです。地面もろとも塵にしてくれる。あと大来光中は全方位にまんべんなく飛ばします。抜かりなくね。遠距離にも強いのね。リズムよく回避しながら反撃するというスタイルで狩るのが基本。なのでおすすめ武器はやはり双剣や潜入魂といった機動力の高い武器。片手剣でも良いですが属性はほとんど通らないので毒回帰推奨。毒属性が強すぎるのよ。どんなに硬くてもダメージが入るのずるすぎるのだ。そういう陣オーガも超強い技を使ってくるのでお互い様。打ち上げ多段攻撃はもちろん、ドーム上フィールドを展開して連続打ち上げからの2フラムは害悪です。ハンターを閉じ込めればこっちのもの。タイミングよく2回ジャンプで打ち上げを回避したら、2回攻撃でディレイを挟んで、最後の2フラムを EX 横で回避します。潜入魂で倒すならこれがチャンス攻撃になるので超おすすめ。角なる上はその場で2フラムだぜ。攻撃力高いのに即死にこだわるのね。この技は体力が一定まで到達すると確定で使ってくる技ですね。1回目の2フラムは75、半分で2回目、25% で最後の2フラムです。体力の目安になる技だね。3回当てれば勝ちだからとりあえず使っていくぜ。体力は極みなるがより優しめの27000。ちなみに G 級通常個体はこれより200高いです。体力下がるのね。全体防御率は 0.05 なので余裕で硬いんですけどね。常に怒り状態だから 0.005 増えて若干柔らかいけどね。0.05と 0.055 なんて誤差すぎる。硬さなんてどうでも良いのです。
極みオーガを倒せるようになるならまずは時間切れまで生き残る練習から、サポートで逃げ回ってもオーガの射程距離から逃れられません。一瞬で距離を詰めて殺されてしまうので動きを覚えてフレーム回避はマストです。俺からは逃れられない。その後は撃退クエから練習してマスト個体こと討伐クエストに行きましょう。撃退何分で討伐できるかな？ 2 分台じゃないと厳しいですね。体力が半分になると2フラムをしてオーラをまとい始めるのですが、なんと肉質が前よりも硬くなってしまいます。第2形態を持っているのね。弱点だった背中はなんと1桁に、他も硬いので頭を狙わないと厳しいです。攻撃範囲も増えてるぜ。肉質ひどすぎる。まあ背中に関しては空中にいるハンターめがけて自動で撃墜するけどね。自動攻撃とか初めて見た。そういうことなので極みオーガは後半もっと頑張らないと厳しいんですね。撃退って途中まで出しペース違うもんね。極みオーガが基本的にこっちに距離を詰めて粘着してくれるので、踏破スキルを積んで火力を底上げする作戦も結構おすすめです。このスキルってスタミナ犠牲にしてるけど回避大丈夫なの？最初にも言いましたが開幕でゲージ回収してればあとは EX 回避で避けます。あとはスタミナが完全に不要になるので川柳コンとの相性は良いですね。スタミナないのに避けれてるのってそういう技だったんだね。まあかなり癖の強いスキルなので慣れるのに時間がかかるかもです。そしてドームからの2フラムの回避は絶対練習しなくてはなりません。ヒーラーはドームに触れて吹っ飛びながら脱出する手段がありますが、貴重な攻撃チャンスなのでしっかり削るように意識します。リズムゲーだよね。たまにこうやって連続で使ってくる個体は両個体で、無双勢たちはにっこりしています。ずっとこの攻撃ばっかりしてたらタイミング覚えるのも早いね。この技ってそんなに弱いっけ？ソロで挑むときは無限に使っててほしいですが、2フラムの強いところは事故ったときリカバリーが効かないことですね。2回の打ち上げの時点で空中で操作不能。その間に粉塵で回復したところで最後の高速スリップで絶対即死です。打ち上がった時点で負けってこと。ごく稀に豚さんが回復薬を高速で飲んで生存することもあるらしいです。基本は無理なので諦めるしかないですね。1回でもミスったら即死って思うと回避するときヒヤヒヤするんだけど、ナルガの時と同様に複数で行くなら体力で間に合うので、2フラム以外は一発くらい耐えると思うと一番緊張するかもしれませんね。根性もまだ使えないわけじゃないのね。サポートがいて複数人いるなら体力と根性つけて安全に行けますが、フロンティア末期のインフレした装備じゃないと時間が厳しいですね。僕が登場した当時回帰なんてスキル存在しなかったからね。G8 なら変撃があるので肉質なんかは可能ですが、エフェクトが出ないと意味がないので劇物の心得と組み合わせないとですね。後に実装された回帰スキルはそれらを内包してるので神スキルですが、2つスキルを組み込むとなるとなかなかに重たいものです。大スキルがなくても秘伝と回帰で火力は間に合うんのか。他にもおすすめのスキルといったら妖怪創生が最初に出てきますね。極み王が討伐の鍵として死守武器を作れと告知していますが、先ほども言った通り属性なんておまけ程度しか通らないです。確かに氷は弱点属性ですがメインはトアの希少スキルの方ですね。妖怪創生は攻撃を当てれば発動して1秒ごとに周囲にダメージを与えます。新しい持続ダメージみたいなものか。仮に1秒1ダメージなら10分で600ダメージ入りますね。6ダメージに匹敵する強さじゃん。ダメージ計算してみると仮に基礎倍率が600の武器で3段階発動していたら 600×0.14 を全体防御率 0.055 で4ダメージが毎秒ごとに入ります。5分つけば1200ダメージ入るのね。全体防御率でダメージは小さいですがやはり持続ダメージは無視できないです。時間との勝負だから火力になるスキルは詰め込みたいよね。さらに火事場も積んでしまえば十分一人でも削りきれるほどの強さです。倍率を上げるのも良いですが乗算で増えたり肉質なんか効果は強いです。攻撃力 1.2 倍とか素の倍率が高いととんでもない強さになるね。火力を持ったらあとは死なないように戦うだけ。末期の火力なら10分間極限まで集中できれば討伐は難しくないかも。難しいよ。無事討伐に成功したら泣く子も黙る月下を極めし者の称号を獲得です。主ボロッボロで草お黙り。最後に紹介するのは開幕からエリア全体をめちゃくちゃにする、極み焼きコールエルゼリオン。出たな最強モンスター。同じ骨格なのに固有なんだね。見た目通り人氷属性の攻撃をしてくる相手ですが耐性なしは厳しく、属性やられは特大で各種耐性値を55以上にしておきましょう。動きは大賀君や私ほどではなさそうだけど、割とゆっくりめな動きをしていますが攻撃範囲は広く当然火力も高いです。それだけならなんとかなる気がしますが一番の問題が全体防御率の低さで、強い方の討伐個体はなんと驚異の 0.03、極み大賀のほぼ2倍の硬さといったらわかりやすいかもしれません。僕全体防御率 0.055 だから1に換算したら54万だけど、極みエルゼは体力3万なので換算したら体力は100万ですよ。100文字通りの桁違いでびっくり。つまり属性耐性を上げつつ攻撃を避けながら体力100万を削るのです。それも10分で。無理ゲーすぎて実感わかねえ。ただ実装された頃は結構インフレが進んでいるので、4人での討伐なら早い段階で報告されていました。私もガンランスでソロ撃退3分など反射も有効なので練習していましたが、複数でプレイすると火力が下がってなかなかうまくいかないのが実態です。反射は行動運に左右されるからね。実際反射ソロで討伐した人をサービス終了前
前に確認できたのが、私が知ってる限りで3人しかいないのでこの戦法はかなりシビアですね。反射と刹那を組み合わせて立ち回り行動運に委ねるので、火力は妥協せず、可能な限り刹那と攻撃をしないと難しいです。完全に運ゲーだね。反射構成を4人で行くのも難しく、全員同じ立ち位置でしっかり反射を回収。当然火事場で2フラムも対応可能じゃないと時間切れか3オツで終わります。慣れている人を探すのが大変。そんなエルゼリオンの討伐で絶対身につけてほしいのが、2フラムと灼霊大放出の回避です。両方向と氷のフィールドを展開したら、次に火属性スリップダメージの火柱が徐々に広がっていきます。耐性がなければ効率機火属性やられで HP ゲージごと削れ即死する大技です。どれに当たっても即死は避けられないね。この攻撃の対処法がいくつかありますが一つは今みたいにガードしてから回避。他にも次で凍りつく前にたる爆弾を設置してわざと当たって吹っ飛ぶ方法も、先入魂ガチ勢はリーチターンにしてヒットストップと吸血で生存します。後半言ってる意味がわからない。ヒットストップと吸血スキルで高速スリップを相殺するのです。剣心2でヒットストップが増えた双剣や先入魂なら対応可能。マグスパなら長い無敵時間と攻撃時のヒットストップで回避可能です。ピンチがチャンスになる優秀な武器ですね。体力100万相当となると1秒間2667ダメージ与えないと。ちなみに毒は1分続いて600ダメージ入るのでやはり回避と相性が良いです。私はガラティンで氷の方を殴り麻痺1、2回と立花氷を貯めます。攻撃中ずっと真空回転山とジャンプ切りどっちが DPS 高いか考えていました。そんなにぐるぐる回ると根まで回ると思う。どんなに頑張っても毒回避には勝てないので結局サポートよりの動きですけどね。巷で話題の攻撃片手になれば、私がサポートの時でもこの装備ですね。ガラティンと不対秘伝で回復ばらまきするので仮に誘ってください。話してる間に次の大技がやってきました。ダイソンで全員を中央に寄せた後打ち上げ攻撃を2回。最後は花火のような爆発でフロアを沸かせます。眩しすぎる。オーガ君のドームとタイミングとか動きがかなり似ているね。極みオーガに慣れていると感覚で回避できますね。この技は残り体力が70以下で解禁する確定行動なんですが、それ以降は普通に使ってくるので厄介な遅延行動ですね。ちなみに打ち上げられるとこんな感じに、ピンボールみたいに飛ばされまくってて哀れすぎる。打ち上げ後即死の2フラムとかじゃなくてよかったなと思います。綺麗な花火だね。ちなみにこの技を極めればこういう面白い生存方法もできます。ダイソンで座れながら爆弾設置、検証を装着しながら吹っ飛ばされその後の爆弾であさっての方向に、爆弾での吹っ飛びは無敵なので追撃を受けず助かります。高等テクニックすぎる。その後は何食わぬ顔で氷立花を貯めます。空振りが多いなこの片手使い。そしてまた花火になって、ダメージよりも飛んでる間の時間が痛すぎないか。笛と火力2人いれば多分なんとかなります。危機感がなさすぎる。ちょうど良い頃合いになったのでアヒルちゃんが凍らせてくれました。ガラティーヌは光属性ですが弱点の都合で何もしないと非属性の立花になるので注意。氷検証で凍らせれば弱点を殴り放題なので超越秘技からの検証は必須です。パーティーで挑む際は氷耐性くらいなら無理に積まなくても大丈夫ですが、こうなると危険なので気をつけてください。あとは広範囲の攻撃に気をつけながら攻撃を続けていればいつかは倒せます。残り1分切ってて危なかったね。見事討伐した証に均衡を極めし者の称号を手にすることができます。先入魂がすごい。他にもガンランスの私だけ火事場で行ったこともありましたが、ダメージの貢献度は下から数えた方が早かったかもしれません。どうしても倒したいなら毒マグスパや先入魂か双剣が安定してます。反射で倒したいなら火力は妥協せず片手はリーチ調で行きましょう。以上が失敗率トップ5モンスターの攻略方法でした。最前線の装備じゃないと土台に立てないことが分かったよ。武器種によって討伐難易度がすごい変わるんだね。マグネットスパイクなら立ち回りや強力なモーション値のおかげで、どのモンスターにも有利に立ち回れるのでずるいなって思いますが、それでも相手の動きをさばいて攻撃を当てる腕がなければ無理です。逆に体験やボウガンで極みエルで討伐は縛りプレイ並みの難しさかもしれないね。それでも討伐している猛者はいるのでやっぱりフロンティアはすごい人が潜んでいますね。手に進化100とか持ってる時点でやり込み度合いが半端ない。失敗率ランキングに入ってなくても超強いやつはまだいるから紹介してよ。極みブレムとか実装当時のハドラとか色々解説したいですね。私も強敵に苦戦しつつも討伐した動画を用意していますので、実況討伐動画を投稿した際はよろしくお願いします。本家の超特個体と比較とか見てみたい。本家はフロンティアと違ってバットをダッシュができないので頑張って慣れます。ダブルクロスやサンブレイク配信もしているのでぜひぜひご参加を。今回の動画はここまでになります。強敵をこんな武器で倒せたってハンターはコメントちょうだいね。最強モンスターに挑戦したいって方はチャンネル登録よろしくね。ディスコードもあるのでフロンティアや本家の交流をしたい方は今のうちにご参加を。詳細は概要欄をチェックだよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。